最近、友達と話していて思い出した話。これって雑記向きの話だなぁと思ったので、ちょっと話してみようかなと思います。僕の音楽友達の一人なんですけど、ドラムを叩いている人で、10年ぐらい前にセッション会かなんかで知り合ったんですけどね。そのドラマーの彼の職業がお坊さんなんですよ。実家がお寺で先祖代々住職をやってる家なんですけど、その彼が体験した話。彼の家の宗派は日蓮宗。千葉県民は結構日蓮宗の人多いんじゃないですかね。うちなんかも宗派を言えば一応法華経、日蓮宗なので、まあ、他の動画でちょっと触れたかもしんないんですけど、日蓮上人生誕した場所が千葉なんで、その関係もあるのかな。檀家だったり信者だったり、まあお寺があるわけで、他の地域よりも日蓮宗は多いんじゃないんですかね。そんな日蓮宗のお坊さんは、冬になると荒行をやるんです。千葉県の市川市に通称荒行寺って呼ばれているお寺がありまして、まあ順番らしいんですけど、荒行をやるんですって。まあ荒行を収めてないと、ご祈祷ですね。あの仕事ができないらしいので、まあ大体みんなやりに行くらしいんですけど、この荒行がめっちゃきついらしいんです。冬の時期の11月1日から2月の10日まで100日間、1日のうちの20時間ぐらいをひたすら読経と写経、3時間に1回外に出て、まあ雪が降ろうが嵐だろうが関係なく水行、水をかぶって読経、睡眠時間は2時間ぐらいしかないらしいですね。それ以外はひたすら同じことを繰り返す。食事は朝と夕方に茶碗一杯のお粥と味噌汁、あと漬物。それを100日間毎日繰り返すっていう修行らしいんですけど、これに参加すると送電書と呼ばれるものがありまして、それを書き写して初めてご祈祷ができる僧侶になれる。ただ、この荒行を一回収めただけじゃダメで、最終的に何年かに分けて5回やることで5行開伝、伝子って呼ばれる、まあやっと一人前になれるみたいな決まりらしいんですけどね。僕の友達のそのお坊さんは荒行3回目収めたのかな。その修行の最中の話なんですけど、参加して1ヶ月目ぐらいは毎回めちゃくちゃきついんですって。お腹も空いてるし、寒いし、眠いし。何よりもきついのが、お坊さんが150人ぐらいで、住み込みでね、集団生活をするらしいんですけど、みんなね、その荒行のストレスのせいで、性格が悪くなっていく。いじめとか、暴力、まあリンチなんかもあったり、言うこと聞かないやつとかもね。まあそんなのも修行だから全て耐えるしかないっていう、そういう風に思い込むしかないんだって言ってるんです。だから気が狂うんですって。まあそれがあの荒行の醍醐味なのかもしれないけどって言うんですけど、江戸時代ぐらいに修験道の流れを組んだ人があの荒行を始めたらしいんですけど、現代の社会において絶対にそういう環境に身を置くことがないから、やる意味はあるんだよねって。それは何かっていうと、この世界は、所詮、脳みそが見せている世界でしかないってことに気づかされるんだよ。そう言うんですよ。荒行を体験するっていうことは、精神的にもね、肉体的にも、ものすごくストレスがかかっていく。わかりやすく物理的に言えば、肉体に起こった衝撃、それを神経が伝達して脳みそに、今水かぶってます、寒いです、冷たいですっていうのを判断で感じるわけですけど、
そういった五感をね、ある瞬間から脳みそが遮断していくっていうんです。ゾーンに入るとか言うんですけど、外から見ると、お寺でね、修行に勤しんでる姿、写経したり読経したりしているんだけど、その時の自分の意識は全然違う次元にあるっていうんです。読経をしているっていうのはある種、呼吸法でもあるらしいんですけど、それも関係あるのかもしれない。トランス状態に入るんですって。自己催眠というか、脳みそが全く違う世界を見せてくるんですって。それは霊的なね、幽霊とか仏とか、そういったものではなくて、素粒子みたいなものが規則的に舞っている。それが模様を描いていたりとか、中性子が核にぶつかってね、それが連鎖して爆発している太陽の表面みたいな、ものすごいエネルギーを感じていたり、脳内で脳内麻薬みたいなのがビャンビャンに出てるんだろうな。ゾーンに入るとものすごく気持ちいいんだよねって、そういう体験をするらしいんです。3時間に1回水行、水を浴びることで、その刺激でこっちの世界にバッて意識が返ってくるんだけど、基本的に1ヶ月ぐらい経つと、荒行寺での生活をしている自分とは別で、自分の意識はゾーンの中にずっといて、実体のない映像みたいなものをずっと見てるみたいな。そして、すごいエネルギー体みたいなものを感じて心地いい。あっという間に修行の日数が過ぎていくっていうんです。だから気づくんだよねって。この世界って、本当脳みそが見せてる世界でしかないなって。色即是空だなって。彼は荒行を通してそれを悟ったって言うんですよ。だからね、その荒行経験者にアンケートを取ったら、面白い答えがたくさん返ってくると思うって言うんですよ。基本的に死後現金らしいんで、そういった話はしないらしいんですけど、この話ね、聞いて、すげえちょっとわかるかもしれないっていう体験というか、僕中学とか昔の頃に、その幻覚遊びというか、マジックマッシュルームで遊んでた時期がありまして、ね、この世界にないものを幻覚で見たりするんですよ。綺麗な模様とか。だからそのことを言ってんだな、とかちょっとね、思ってしまうんですよね。共感してしまうというか、全然話のベクトルは違うんだけど、結構ね、興味深かったんですよね。音楽がすごく綺麗に聞こえる。それって多分トランス状態みたいなものだと思うし、ランナーズハイというか。それはマジックマッシュルームの話ですけどね。お坊さんみたいな、そういう人が、荒行っていう特殊な状況の中で感じていた世界。この世は所詮脳みそが見せてる世界でしかないんじゃないかって。そんなお話でした。